その戻ってきた時の、上司がめっちゃ厳しい人だったのよ。で、めっちゃ厳しいし、細かい人だったのね。で、私ってその ADHD の気質があるから、すごくすぐ忘れるし、細かいことが苦手なのよね。今、お便りが来てますので、ちょっと読んでいきたいと思います。じゃあ、ブラジル出身のレオナルドさんね、素晴らしい動画をいつもありがとうございます。私の場合は一番悔しいことは自分の日本語の成長が気づくことができないです。話すと書くときに言葉を忘れてしまいます。こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。今日はいつもとちょっと雰囲気を変えてみました。今日のテーマは日本人の給料とか、あと仕事とストレスについて話しますので、ちょっと気が重たくなるテーマだと思いますから、ちょっと皆さんがねリラックスして聞けるようにこんな感じでちょっと暗いね感じの部屋にしてみました。どうですか？皆さん今の仕事満足してますか？それともちょっと満足してないですか？どんな働き方があなたにとって理想ですか？私にとっての理想はあんまり縛られないのが理想です。私はいろんなところに行くのが好きですから、例えばフィリピン、これまで行ったのはフィリピン、韓国、オーストラリア、ベトナム、カンボジア、いろんなところにもっと行きたいと思っています。だからリモートワークで働きたいなと思っています。私はこのリモートワークの仕事をしたいですから、今ちょっと計画を立てています。私はウェブデザインに少し興味があります。前の職場にいる時に私はSIM カードとポケット Wi-Fi を販売していたことがあったんだけど、その時にキャンバを使って看板を作ったりしてました。中国のメニューありますよという看板を作ったり、あとは韓国語対応できますよっていう看板を作ったりしていました。その時すごく楽しいなと思いました。デザインするのは。私は今仕事をしてないですから、何やろうかなって思った時に私はその仕事がいいなと思いました。あとはオンライン日本語教師もいいなと思っています。皆さんの理想をぜひ私にシェアしてくださいね。今回のテーマは日本人の給料って低いのっていうことだったり、あとは仕事のストレスについてね、私の体験談を皆さんとシェアしていこうと思います。その前にお知らせがございます。お知らせ、ポッドキャストと Spotify を最近始めましたので、もし私の音声だけを聞きたい人とか、ポッドキャスト聞いてるよっていう人は概要欄からリンクをタップしてもらえるとそちらに飛べますのでフォローよろしくね。あとはお便りコーナーというのを作りました。お便りコーナーっていうのは私のチャンネルに対してもうちょっとこうしたらいいんじゃないとか、あとはこういうところがすごい良かったよみたいな意見がありましたら、私に Google フォームになってるので、これもリンクが概要欄から飛べるのでぜひねお待ちしております。一応今のところ2件ほどお便りがもう届いていて、この動画の後半にちょっとそのお便りに対する答えをね答えていきたいと思います。そしてこのポッドキャストは週に2回夜の日本時間の8時から放送予定です。皆さんぜひねチャンネル登録して毎週ぜひ見てくださいね。あとはこの動画がいいなって思ったり役になったと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでそんな感じかな。あとは夜をもっとサポートしたいと思った人は Buy Me a Coffee から
コーヒーを一杯2杯買っていただけますとすごく励みになります。ありがとうございます。あとはみんなにちょっとアンケートを取ってみました。なんか私がこうやって喋るスタイルがいいのか、それともなんか観光地とか有名な場所に行って歩きながら Vlog みたいな感じでやるのがいいのかっていうのをアンケートを取った結果が Vlog みたいに他のところを歩いて話してほしいっていう結果になりました。その投票したのが 50% ぐらいねになっていたので、週に1回はできるだけ外に出て Vlog 形式でこれからやっていきたいなと思っております。はい。では本題に入っていきます。皆さんは日本の仕事に対してどんなイメージを持ちますか？ちょっと厳しそうだなとか、マイクロマネジメントされるんじゃないかとかね、なんか思ったりしますか？じゃあこれから私の実際の体験談を皆さんとねシェアしていこうと思います。私は、お父さんが韓国人でお母さんが日本人なんですけど、日本で生まれ育ちました。日本で生まれ育って、アルバイトを含めるとたくさんの仕事の経験をしてきました。アルバイトを始めてした時はちょっと怒られたりもしました。まだアルバイトを始めた時は大学1年生でしたので、ルールとかあとはなんか社会のねマナーみたいなの全然知りませんでしたので、すごく怒られましたけど、今はだいぶ慣れました。私は25歳です。今結構慣れてきましたけど、これからお話しするのは私の体験談です。私は、大学を卒業しまして、大学はね法律を勉強していました。この中に法律勉強していた人いますか？もしよかったらコメントしてね。法律を勉強して、その後にね私は海外に行ったんですよ。どこかっていうとオーストラリアに行きました。オーストラリアのメルボルンっていうとこに行ったんだよね。なんでかっていうと、大学に4年間通っている時に海外に留学したかったんだけどできなかったんだよね。その理由はいろいろあるんだけど、2つね大きくあります。1つはちょっとお金がね必要ですよね。留学するなら、例えばアメリカ、カナダ1年間留学するなら多分3、400万ぐらいかかると思います。そう考えた時に、その時はお金が、学生でしたし、私は兄弟が4人います。そして間違えた、5人います5人いますから、お母さんとお父さんもたくさんお金を持っているわけでもありませんでしたから、その時は行けませんでした。経済的な理由でね。で、もう一つはコロナが重なっちゃったんですよ、その大学生の時に。だから行くことができなくて、でも大学を卒業する前に私は考えたんです。今のうちに海外に行きたいな。だって小学校、中学校、高校、大学ってこんなに英語を勉強してきたんだから使いたいと思ったんですね。あと私はもともと国際交流がとても大好きです。だからなんかね、これで面白いエピソードがあるんだけど、私の小学校2年生か1年生ぐらいの時にアフリカの部族、ある村の部族の人たちが講演しに来たんだよね。小学校でパフォーマンスしに来たんだけど、その時にやっぱり見た目は黒人なので、でも小学校生のみんなと踊りたいというダンシングタイムがありました。私は国際交流がすごく、生まれつきのちょっと得意なことでしたので、なんかなんかね、アフリカのそのパフォーマーの人たちがこんな感じで踊ってるわけですよ。で、私は面白そうだなって思って、そのアフリカのねダンシングしてる人たちが「はい」って言ってね、私に手を差し伸べてきたの。一緒に踊らない？みたいな感じでね。だから私もっつって、もうめっちゃ適当なダンス踊ったんだよね。でもぶっちゃけさ、日本ってほとんど日本人しか住んでないからね。あと見た目とかさ、
やっぱり黒人じゃないから、小学1年生ってほらもう6歳とか7歳とかじゃない？だからすごく怯えたりとかすることもあるんだよね。やっぱり見た目が違うっていうところで、本当はそういうのはしたらね良くないことだけど、やっぱりそれってね、違いから来るこの反応みたいなのってあるじゃない、人間。それがあったんだよね。でも私はさ、それがなくて、あんまりで、ダンスめっちゃ踊って、こんな踊って、後から先生にめちゃめちゃお母さんが褒められるっていうことがあるぐらい、私はその海外の人と交流するのがすごく好きなタイプなのね。だから大学を卒業するときに、アメリカとかオーストラリアとかニュージーランドとか行きたいなって思ったのね。それで行こうと思って大学を卒業して、ちょっとアルバイトして、その貯めたお金でオーストラリアに行きました。オーストラリアに半年ぐらい行きました。その時に本当はね、ワーキングホリデーっていうビザは1年間、1年間その国で働いてもいいし勉強してもいいよっていうビザなんだけど、私は半年で帰ってきました。半年で帰ってきました。この時のエピソードがあるんだけど、私は半年で帰ってきた時に、なんとなくね、心の中がモヤモヤしてました。なんでモヤモヤしていたかというと、私は、私自身のことをすごく責めていました。心の中で見た目はすごく笑ってるんだけど、心の中ですごく責めていました、自分のことを。なんで1年間本当は働けるのに途中で帰ってきた。自分は長く続けられない人間だみたいな感じでね、自分のことをすごく裁いていたんですよね。続けられない人間だみたいな感じでね。ぶっちゃけそうなんですよ。私ってすごく飽き性なんですよね。例えば映画とか見るともう開始5分ぐらいで寝ちゃうし、寝なかった映画ってあったっけっていうぐらい、私すごく飽き性なんですよね。でちょっとなんて言うんだろうな、 ADHD っぽいっていうか、そういう部分もあって、でもやっぱりね、長く続けられる人がやっぱり評価される社会だし、それをできない自分はダメだみたいなね、自分は長く続けられない人間はダメだみたいに思ってたのよ。それで思ってて、で、オーストラリアに行って帰ってきて、で大学生の時にアルバイトしていた写真館があったのね。その写真館は何で入ったかっていうと、子供をメインにカメラで写真を撮る写真館で、いろいろなドレスとか、あとは綺麗なお着物とか着て子供が写真を撮る特別な場所なのね。だからすごく楽しそうだなって思って、大学4年生の時にね、そこに入ってオーストラリアにワーキングホリデーに行って、帰ってきた時もそこで働きたいなと思って入ったんだよね。でそれで入って、でまずそもそもその大学生の時はリーダーがめっちゃいい人だったのよ。すごく優しくて、あんまりミスしても怒らないみたいな。で時給はいくらだったかっていうと、平日は950円で土日祝日は1050円だったの、その時ね。だから8時間働いたら8000円ぐらいってところかな。そんな感じで働いていて、で帰ってきた時もその仕事がすごく楽しかった思い出があったので、そしてその仕事はすごく人が足りない仕事なんですよね。なんでかっていうと、土日祝日も働かないといけないし、子供ってやっぱりすごくパワーが必要なので、ちょっといつも人が足りてないんですよ。だから帰ってきた時もまたそこに入ったんですよ。就職したんですよ。その時の給料もだいたいその平日は950円1時間ね、で土日祝日が1050円だったかな、そんな感じだったのね。だから1ヶ月20万円手取りでもらえない、1ヶ月18万とかだったのね、手取りでね。手取りっていうのは全体の金額から年金とかね、あとはその税金っていうのが引かれるんだけど、それが引かれたお金のことを手取りっていうんだけど、手取りが18万円ぐらいだったのね。それで低いけど楽しいならいいやと思って続けていたんだけど、その戻ってきた時の上司が
めっちゃ厳しい人だったのよ。で、めっちゃ厳しいし、細かい人だったのね。で、私ってその ADHD の気質があるからすごくすぐ忘れるし、なんか細かいことが苦手なのよね。例えば、自分でもね、仕事するときは、忘れないようにメモしたりとか、いろいろちょっと意識してるんだけど、でもそれでもやっぱり抜けちゃうことってあるわけよ。とか、うまくできないとかね。例えば、うまくできないことのうちの一つは、髪の毛をなんか作らないといけなかったりしたのね。例えば、その子供の髪の毛ね。例えば、つけ毛ウィッグをつけたりしてあげないといけなかったんだけど、それは結構いろんな種類があって、こういうヘアとかね、こういうヘアとかね、あるんだけど、それをね、綺麗にやってあげないといけないんだけど、私はさ、それがちょっと苦手だったのよ。そういう細かい作業が。それがやっぱりそのリーダーにとっては嫌だったみたいで、でももうどうしようも、できないじゃん。だから結局、私もさ、その人が強すぎて言えないし、結局辞めるんだよね、そこで。私、他のスタッフがいて、その上司がいるじゃない。で、上司と二人っきりの時に言われたのが、あなたさ、ヨンさん、お客さんだったらいらないですよねって私と二人っきりの時に言ってきたの。で、私はその時に思ったのよ。そういう感じのことをね、その前も言われてたから、嫌だなって思ってて、で、私は嫌だなって思ってたけど、直接本人には言えなかったのよ。でももうそれを聞いた時に、やめようって思って。だってこんなにさ、そんなにたくさん給料もらってるわけじゃないのに、いつも文句言われながら働かないといけないのかよって思って、その仕事は辞めました。で、その時、辞める時はどういう風に辞めたかっていうと、私のリーダーのもう一つ上のリーダーがいたのね。で、そのもう一つ上のリーダーが店舗、私のお店に回ってくる時があったの。いつもチェックしてるのね。で、その時に私が全部喋ったの。こういうことがあって、こういうことがあって、もう耐えられない、みたいな。そして給料はこんなに低いのに、みたいな。そしたら、そのリーダーは、そういうことがあったって知らなかったみたいで、やっぱりね、伝えるっていうことはすごく大切だなって思ったけど、ごめんねって私に言いました。だってその人が、そのリーダーがその下のリーダーをマネージメントしてるわけじゃない。だからちょっとパワハラ気質なところがあって、ごめんねって私に言ってきました。でも私はもうちょっと耐えられなかったので、保険証っていうね、会社から支給される、なんていうの、病院とか行けるカードがあるんだけど、それと、あと、全ての、制服とか持ってきて、もうやめますって言って、ロッカーに入れて、もうやめたんだよね。そんな感じで私の体験ではこんなことがありました。で、私が思うのは、やっぱり日本って給料が低いの、安いの、高いの、それってやっぱりその人がどこの国出身かによって違うと思うけど、思うのね。例えばオーストラリアとかシンガポールとか香港とか、カナダとかの人だったらが見てたら、日本ってこんなに給料が低いのって思っちゃうかもしれないし、逆に他の国の人だったらね、もらってるじゃないですかって思うかもしれない。それは国によって違うと思う。だいたい20代前半の人がもらってる給料は年収で350万円ぐらいと言われています。これは、どこの都市で働いているか、どこの場所で働いているかとか、あとはどんな仕事をしているかによって全然違います。私は、そうだな、やっぱり業種選びってすごく大切だなって今思ってます。稼げる業界と稼げない業界ってやっぱあるなっていうのは思いますね。あとは、最近、冬のソナタじゃなくて、間違えた。東京ソナタっていう映画を見ました。これはどんな映画かっていうと、これもしね、興味がある人は YouTube にもあるから、ぜひね、見てほしいなと思うんだけど、これは結構日本の労働環境とか、日本の会社がどんな風に、動いてるのかみたいなとか、人の心理、とかを見れるからすごく面白いなって思ったの。で、この映画は最後まで寝なかったの、私。だから結構面白いと思う。これ、話をちょっと簡単に説明すると、
夫が失業しちゃうのよ、失業っていうのは職がなくなっちゃうのね。で子供が一人いて奥さんが一人いて、でその夫は妻にいつも働いてるふりをしてるの。本当はクビなのに。そういうのとかもなんとなく日本っぽいなって感じませんか？なんか見栄じゃないけど自分はできるって思いたいみたいな、なんか自分はダメな人間じゃないって思いたいみたいな、思わせたいみたいな、そういうのが強く現れている映画で、なんか人間の心理みたいな、特に日本人の心理がすごく現れている映画で面白いので、ぜひ見たい人は見てねあとはそうだな、前のその空港の仕事してた時にポケット Wi-Fi と SIM カード売ってた時があったんだけど、その時は香港の同僚がいたのね。香港出身の同僚がいたんですよ。すごく日本語が上手でした。ちなみに会社によると思うけど、私の会社は結構外国人がその時働いていました。その会社でね。何人が働いてたかな。韓国でしょ、香港でしょ、台湾でしょ、そんな感じかな。そんな人たちが、そんな国出身の人たちが働いていて、でなんて言ってたかな、なんか給料に関しては生活できればいいやみたいな感じで言ってる人もいれば、いやこれじゃ足りないって言ってる人もいたね。だって最近日本はちょっと物価がね高くなっていますから、やっぱり物価が高くなる分、お給料も上がってほしいなって思ったりとかしますよね。皆さんは自分の仕事に満足していますか？もし楽しいポイントとかねあったら教えてほしいし、ちょっとこのポイント苦しいなみたいなあったらぜひ教えてください。あとはストレスとかねありますか？働いていてストレスとかありますか？やっぱり自分がね一生自分と一緒じゃない。例えば100年の人生としたら、自分が一番自分の味方になってあげるのが一番いいと思うのね。例えば自分はその組織の中に入って働けるタイプなのか、それともフリーでちょっとフリーランスみたいな感じで働く方が向いてるのか、どっちなのか見極めたりとかね。あとは何が得意かとか、あとは何をしている時に自分が楽しいと思うかっていうのはすごく大切なポイントだよね。あなたは何をしている時にね、仕事ね、楽しいな、充実してるなとか、ワクワクするなって思いますか？よかったらコメントで教えてください。あとは仕事をする時に人のせいにすることもあるよね。例えばあの人がいるから働きたくないとか、あとはこういうのを環境のせいって言ったりするんだけど、人がいるからとか考えますよね。私の場合だったらお父さんとお母さんがたくさんお金を持っている家族ではなかったので、そして5人兄弟ですよね。だからいつもいいものを買ってもらうというよりは最低限必要なものを買ってもらうっていう家族だったんです。だからいつも例えば同級生のこといいもの持ってる人羨ましく思ってたし、なぜか親がこうしてくれなかったから今自分はこんなに悪い状況なんだみたいなね、思うこともやっぱりありました。でも今思うのは、確かにね人のせいにしてしまう時も私もあるんです。例えば上司のせいでこの仕事嫌いになったとかね、親のせいでね私の人生はこんなに不幸なんだみたいな思う時もやっぱりあったけど、今思うのは自分で自分の人生は変えられるから人のせいにしない方がいいなと思ってます。だって世の中にはたくさんのチャンスとか仕事で溢れている。なのにいつも人のせい、環境のせいにしているといつまでたっても自分が成長することができないと思うんです。もちろんね超ブラックな企業で働いてるならもうやめていいと思う。そして人のせいにしていいと思う。でもやっぱりどうやって自分のことを成長させることができるのかとか、そういうことを考えた時に、自分のことを知っているのは自分しかいないんですよ。一番知ってるのは自分じゃないですか。自分の心じゃないですか。だからそういうことを考えた時に、人のせいにする前に自分がどう自分の行動を変えられるかっていう、これからの未来にね、って私は思っています。みんなはどう思っている？
そんな感じで、仕事とストレスとか、あとは日本の給料って安いの低いのというテーマについてちょっとねシェアを終わっていきたいと思います。で、早速お便りが来ていたのでお便りをちょっと読んでいきたいなと思います。 Google フォーム。ほい、じゃあ3人の人にねから今お便りが来てますのでちょっと読んでいきたいと思います。じゃあブラジル出身のレオナルドさんね。レベルは中級です。じゃあメッセージ読みます。素晴らしい動画をいつもありがとうございます。私の場合は一番悔しいことは自分の日本語の成長が気づくことができないです。毎日 YouTube とポッドキャストを1時間ぐらい聞きます。さらに日本語のニュースを読んでいます。そしてわからない単語を暗記アプリで復習します。すごいね。毎週もプライベートレッスンでも勉強しています。だが、話すと書くときに言葉を忘れてしまいます。これは悔しいです。多分、外国語の勉強はもっと時間をかかります。間違えた文法と単語はごめんなさい。はい。初めて、私に、メッセージね、お便りくれたレオナルドさんかな？本当にありがとね。じゃあ、ちょっとこのことに関して答えていくと、毎日まずいろんなインプットする。例えばね、暗記アプリで単語を覚えたりとか、あとは YouTube とかポッドキャスト1時間ぐらい聞いてる。すごいと思います。まずそもそもね。はい。自分にまず拍手してください。拍手してあげてください。だけど、この人のね、問題点としては、書くときと話すときに言葉を忘れてしまうっていうことだよね。これは何が原因かっていうと、インプットするときとアウトプットするときの能力ってちょっと違ったりしますよね。例えば私が日本語の花という漢字を、インプットしたとします。でもふとじゃあ花を見たときに花っていう漢字がすぐ出るっていうこの能力はちょっと練習しないといけないですよね。なので一番おすすめの方法は自分で独り言を言うことがすごくおすすめです。そうすることでたくさんねアウトプットすることができたらそれも習慣化していきますのでそれも慣れていくとだんだん出てくるようになります。言葉がね。だから自分で独り言を言ったりとか話す練習はそれがいいね。あとは日記を書くのは書く練習にすごくいいなと思います。いつもね毎日やってるってことなので無理せずね続けてくださいね。楽しく。はい、続きましてウィニーさん、香港出身のウィニーさん。面白い日本のニュースによって内容について簡単に説明したり感想を話してくれたりするといいだと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2人目のお便りです。はい、確かに、私もすごく社会とかニュースとかすごく好きだから動画の最後にね4の最近のニュースっていうコーナーをちょっとね作りたいと思います。最近私が、気になっているニュースは小学校5年生の子が行方不明になっちゃったんだよね。それで結局山の中でその子の、遺体が見つかっちゃったんだよね。それはすごく気になりますね。なんか誰が殺したのかとか、なんでそういうことになっちゃったのかっていうのはすごく気になるし、私がニュースで見たところによるとお父さんとお母さんがねいて、その5年生の子がいるんだけど、その子は男の子でゆきくんっていうんだけどね、その子のお母さんは本当のこの子のお母さんなんだけど、お父さんは2番目のお父さんなのよね。そのお父さんが今怪しいんじゃないかって言われてるんだけど、確かに自分の子供じゃない子供を育てるのって多分すごく大変なことだと思うから、私のその経験上ね体験したことではないのでちょっと何とも言えないんですけど、でもなんだろうな、やっぱり難しいんでしょうね。そういう、自分の子供じゃない人を愛するっていうのは、まあね、そういう人たちはいっぱいいるけど、やっぱりいろんな悩みとか不安があったりとかねすると思うし、私の友達でもねお父さんが2番目のお父さんっていう子いたけど、もうすごく高校生の時にねその子と友達だったんだけど、すごくなんかいつも疎外感とか不安感とかたまに喧嘩もしてましたね。
だからすごくね、いろんな問題がね、あるし、大変だよねって思ってます。はい。まあ、簡単にね、ちょっと今回はニュースまとめてみました。めったにさ、そういう男の子が、その小学生の男の子がいなくなるとか、日本ではないので、もうね、日本中が、ってなってるニュースですね、それは。あとは、続いて、リンさん。福岡県のリンさん。日本に住んで働いてもう1年になりますが、仕事の中で自分の考えや意見を日本語でうまく表現することがまだ難しいです。この点についてぜひアドバイスいただけると助かります。なるほど。はい、ありがとう、りんさん。はい。この人の、お手紙もお便りもね、やっぱり、最初の人と似てると思うんだ。レオナルドさんとね。自分がアウトプットする力が弱い、弱点だと思ってるってことだよね。だからまあ最初にもねちょっと言ったんだけど、言葉にする練習、インプットする練習じゃなくてアウトプットする練習。例えば、今日あったことについてちょっと自分で独り言をね5分でも10分でも言うみたいな。例えば今日は、外がとても曇りで、すいません、曇りでスーパーに行ってきたよ。スーパーに行ってお菓子本当は150円だったんだけど半額のシールがついていたから75円だったの。すごくハッピーだなと思ったとかね。まあ何でもいいと思うけど、そういうのをアウトプットする練習がすることができたら、きっとあなたも日本人のように日本語を話すことができるようになると思います。こういうのは1日だけではできないかもしれないけど、半年、3ヶ月、1年って続けていくことによってどんどん自分がね思うことを表現することができて、他の職場の仲間たちとか友達とかね、日本人の輪の中に、快適にね入っていくことができるんじゃないかなって思ってます。ぜひねこちらからいつもね応援してますので、日々コツコツね、頑張ってくださいね。頑張らずにリラックスしながら、楽しんでほしいなと思います。私も英語を実は今勉強していて、今日の朝英語の面接を私も受けました。やっぱり外国語の環境で自分を表現したりとか、仕事をするってすごくストレスがかかりますよね。私も今日の朝面接を受けましたが、すごく緊張しましたし、自分の言葉を表現するってこんなに大変なんだって思いました。だからあんまり自分のことを責めすぎずに、でも毎日やることはコツコツやっていったら、だんだん実力がねついてくるんじゃないかなと思っています。はい、こんな感じで、メッセージの、終えていきたいと思います。じゃあみんなの仕事の中でストレスと感じることありますか？不安だなと感じることありますか？逆に楽しいなと思うことはありますか？逆に不安だな、もっとお給料欲しいなと思うことや理由があったら、ぜひ私のコメント欄であなたの意見をシェアしてくださいね。はい。ではこの動画がいいねと思ったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回の動画も最後まで見てくれて本当にありがとう。また次の動画でお会いしましょうね。バイバーイ。